走りやすい、軽い、いや気持ちいいし、思ってる以上に足先の開放感ありますね。手羽の場合色が結構独特な分、靴下合わせが楽しめると思います。今日はですね、手羽のショールームに来てるんですけども、そう新しい、ランニングの提案があるって聞いたんですよ。ランニング。そうでも手羽ってさ、サンダルじゃないですか。サンダルのイメージ。そう僕でもありますよ。そうだよね。でこれは詳しい人に話を聞くしかないと思って、はい、手羽といえばこの人っていう人がいるんですよ。三国一の手羽を知り尽くす男、はい、原田先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごいハードルを上げてご紹介いただいて。三国一ですからね。もサンダルでランニングするっていう話を聞いたんですけども、はい、ちょっと具体的にどういうことなんですか。何のために出したかというと、楽しさを提供するという部分なんですね。楽しさ、はい、でトレイルランニングっていうとどうしてもしんどいですとか、危ないとか、ちょっとハードルが高い感じがするんですけども、そこのハードルを取り除いてあげて、自然ともっと戯れて楽しみましょうっていうコンセプトで、今回サンダルでのランニングシューズっていうのを開発いたしました。サンダルって走れます？走れるんです。そこが一番なんかね、走る時になんでサンダルなんだろうっていうのはちょっと思ってて、大きく分けると2つ種類があるんですけど、こちらが、アベントレイルサンダルという、アベントレイル、はい、トレイルランニング、山を走るランニングですね。でそちらの方の目的に開発された商品になっています。手羽っていうのはもともとがこのストラップというものをうまく使ったサンダルで有名になったんですけども、1個持ってる。ありがとうございます。プロの厚底持ってんの。ありがとうございます。だからそれもあって、はい、あれで走るのかなってイメージがすごいなかったんですよ。なるほど、はい、簡単に着脱可能、あと簡単に調節が可能っていうのが売りだったんですけど、それをうまく改良して、少し Z にするとか。あー確かに、これ Z なかったわこれ。あとここも、そうですね、ヒールのロックとかも可能にする。皆さんがご存知な手羽のイメージっていうのはこういうユニバーサルストラップという、よく3点止めと言われる部分なんですけども、こちら大きく違うのは、Z にしつつこのニットの部分があるので、ここのスカスカがイメージがあるから、そうですね、パカパカしないかしらってちょっと思う。そうですね、違うね。違うね。で靴で走るよりもなぜサンダルの方がいいかというと、まずはこのつま先がもちろんないっていうところで蒸れにくい。そうですね。特に、足の開放感を感じられるというところで、細かいですけど、例えば足とかをこう動きやすいので、こう力の具合とかも簡単にする。楽しく走りたいな、今日はちょっと気分転換で走りたいなっていう時に、こういったサンダルとかをご提案する形になってます。確かに私も走ったりウォーキングするけど、速く走りたいわけじゃないんですよ。そうですね。そういう時にはいいところですね。そうです、その通りですね。こちらのアベントレイルサンダルに関しましては、アウトソールと言われる構造なんですけど、2つの層になってます。でなぜ2つの層になっているかというと、こちらは足も直に足に近い部分になりますので、柔らかい、気持ちいい、足に当たる部分です。そうですね。でこちらのもう一つの層は若干硬い、ちょっと硬い、カチカチではないけど、こっちは割と結構沈む感じ。そうですね。足に近い方は直にやっぱクッション性を感じていただきたくて、それを体に負担がないようにするのと、逆に遠い方っていうのはあまり全部が同じこの柔らかさだとぐにゃぐにゃぐにゃってなってしまって、安定性に欠けてしまうので、少し硬いものにすることによってクッション性と安定性を両方を確保するっていう。でもさ、これは何？見つけちゃいましたか。これは何？これはあれか、ビール開けるやつ。そうですね。いや違います。こちらはですね、ソールの中にこういう風な形で配置されてるんですけども、よくマラソンとかで、カーボンプレートの靴ですごく速くてっていうのを最近よく耳にはします。そうですね。分からなかった。なんですけども、カーボンプレートっていうのはやっぱりある程度筋力がないと使いこなせないんですけども、実はこれはカーボンじゃなくて、ナイロンプレートって言われるもので、カーボンよりも簡単にしなる。少ない力でも反発性を利用して足裏のこの動きを良くする。そうですね、はい、反発性を生み出すために使われています。こちらはトレイルをメインにしているものなので、よりグリップ性のある
アウトソールになってまして、トレイルランニングというのはこういうつぶつぶがしてた方がいいってこと？泥ですとか草ですとか木とか岩っていうのが多いと思うんですけども、そこをしっかりと噛んでくれる構造になってて、でかつこう三角形でこう層になってると思うんですけども、層になってることで泥とかが落ちやすくなるんですね。四角いままだと間にはまっちゃって詰まったままになってるんですけど、若干尖らすことによって抜けやすくさせるっていうのが、なるほどね、実用性とデザインを兼ね備えた意味があるんだ。入りましょう。レディースの場合はカーキと白と黒。白入ってみましょう。ほい。あ、結構まだこれやってないんだけど、もう包まれてる感。見てても思いますわこれ。おお。でこれ手羽の良さなんですけども、加工の高さとかって人それぞれ違うじゃないですか。それしっかりフィットしてくれる。全然違いますよ。なんだろう、包まれてる感なんですけど、ここの包み具合とここの包み具合、ほら2つあるじゃないですか。上と下。下の包み具合。下の包み具合が、なんだっけ、土踏まずをすごい支えてくれる。で、こっちはこっちでこうすごい支えてくれるから、おくるみにくるまれているようです。さっき原田さんが言ってくれたように、思ってる以上にここの開放感って効きますね。もしかしてスニーカーより楽かもしれないっていう。テバというのはデッカーズというグループ会社なんですけども、その同じグループ会社にホカという、ランニングの持ってます。私もありがとうございます。3足くらい持ってます。ありがとうございます。そのホカの創業者の一人でジャン・リュック・ディアードという人間がいるんですけれども、実はこのテバのアベントレイルサンダルの開発に大きく携わっていらっしゃるんですね。だからこのソール？そうですね。同じ人って言われたらすごい納得がいく。これメンズだけど、この色とかすごい可愛くない？こっちも可愛い。確かに確かに。こっちのレディースサイズはこっちか。でもちょっとさ、オレンジ入れたりとかしたら可愛くない？靴下でとかでも可愛いかも。街で遊べそうな感じもしますね。こっちそうなんですよ。これこの話、原田さんなんだろうって思って。同じアベントレールっていうモデルの中でもアベントレール R2T っていうんですけども、ロードトゥ2を2とロードトゥトレイル。ロードとトレイルを走れるってことなので、より例えば街で履くんであればこちらの方がおすすめしたいかなっていう。だいたい 100g ぐらいなんですけど違うんですけども、多少こっちの方がこっちの方が軽いわ。そうですね。上がってるのは上がってるですよね。でこれはなぜかというと、直線的な感じで反発性というか、その前に進む力というのがこちらの方が。なるほど。でこちらはトレイルなので、やっぱ足場があまりよろしくないので、あんまりこうなってしまうとちょっとそうですね。のためになってます。確かに履いた方が軽さっていうのを感じられるかなっていう感じですかね。あとやっぱトレイルの方が下からの包み込みが強い。こっちはもうちょっと軽めな感じ。だからその分なんかライトに履けるって感じですかね。ファッションで楽しむんだったらこっちとかこっちとか、メンズだったらこっちおすすめかな。特に夏場ってさ、洋服シンプルになるから、色あった方がいいよ。じゃあこのファンシーカラーでいきますか。紫とピンクサーモンピンクみたいな感じかな。アベントレールだったらやっぱ私はこっちなんですよ。ただメンズなのでこっちで選ぶとしたら飛ばしとこう、こっちかな。ちなみに原田さん、これ、気になるなとか、実際ちょっと試し履きしたいわみたいな時はどうしたらいいんですか？オッシュマンズさん、エルブレスさん置いてあるのと、弊社のテバ .com の e コムサイトと、あと一部、セレクトショップさんでの展開になってます。ユナイテッドアローズの池袋店さんでは、レディースになりますだけになりますけども、ポップアップという形で展開するので、ぜひそちらも。じゃあ早速走りに行きますか。行きましょう。はい、というわけで、ランニングの効果をちょっと試してみるべく、ちょっと公園にやってきました。今履いているのはアベントレール R2T ですね。ここでちょっとランニングしてみようかなって思ってます。これは走りやすい、軽い。確かに駆け出しがいいというか、この足の滑りがいいというか、グリップ効いてんだね。いや、気持ちいいし、思ってる以上に足先の開放感ありますね。こういうこと。サンダルで走るからずれたりしたら怖いかなとかってちょっとあったんですけど、全然ホールドしてくれてる。
このふかふか度が全然違うから安心感を持ってじゃんじゃん走れる感じですね。あれここ緩やかな斜面なんですけど全然蹴り出し違うな。土踏まずがすごく隆起してサポートされてるから楽。とにかく走りやすいのと角度あるじゃないですか。ちょっとポワってなところこれがあるかないかこの踏み出しが全然違って、特に坂道登る時の踏み出しがすごい楽だった。はい、次はちょっとサンダルを履き替えてみてアベントレールサンダルにしてみました。ここら辺はですねちょっとコンクリートで塗装されてなくて石と砂利と土でいわゆる獣道みたいなところですね。あ、確かになんか割と岩とか石とかゴリゴリしてるんですけども安定感がありますね。あとこれもやっぱり踏み出しがすごいサポートしてくれてる感じ。ゴワゴワしてるけどちゃんとこう踏んでくれてるからゴキッみたいなことがならない感じがしてすごく安心して走れるなっていうのがありますね。結構足場悪いっすよね。足場悪いよ。でもすごい不安がないだけでこんなに楽なんだっていう気持ちの面で安心できるっていうのはすごい強いなと思いましたね。あとこれびっくりするんですけど私これ初おろしなんですよ。ちょっと履いてみようかなこれの。そういう時っていつも履き始めて足痛くなったりするんですけど昔から履いてましたかくらいに馴染みがいいですね。多分すごくホールド力もあるっていうのとメッシュだからこう伸び伸び感がいいのかな。一番最初に履く時のナーバスさが全然ないですね。これいいや。てかさあんたアケッピも今履いてるじゃないですか。履き心地どうなの？私にインフォメーションくださいよ。メンズの履き心地を。速そうっすか？速そうっすか？こういう石んとこを走りたくなってきますねえ、なのにさすごい安定感ない。あるっすね。はい、ということでですね機能性の部分では検証させてもらったんですけどファッション性もちょっと試してみたいじゃないですか。ということでちょっと私服スタイリング2つ組んでみたいなと思います。着替えてきました。この、アベントレール R2T の色味を生かしたスタイリングにしたんですけども私の中の裏テーマはちょっとギークな釣りボーイです。ファンシーなものが好きな釣りボーイはこんな服じゃないかなっていう勝手な私の想像でねでもこれとかそうじゃない？釣りでしょ？で釣り半ズボンでしょ？川とか行く時に半ズボン履いてるイメージと川行くんだったらサンダルかなと思ったからこれは釣りだと。あと釣りっぽくない？なんと網って釣りじゃないっていう私の想像の釣り師をイメージしております。釣り少年ですね。釣り少年ですね。でも色がすごく合ってるっていう感じですよね。そうだね。この靴のパープルとピンクの色味を生かしたくってちょうど同じタイダイ柄の T シャツ持ったからいいなと思ったんですけどこのままその色だけでやるとちょっとファンシーになりすぎるから少しちょっと締めたいなと思ってシルバー入れたんですよ。でシルバー入れたらもう一つ抜きたいなと思ったからこの白を入れたら結果釣り吉三平になったと。でちょっとこれだけだともう一声欲しかったからもう一つシルバー入れるのと中に実はモワモハの帽子が入ってるんですけどもこれも紫でちょっと交差してます。やっぱり色合わせすると安心感ありますよね。そうだね。そこを中心に遊びに行くって感じかな。じゃあ次行きますか。アベントレールの方でもやってみてください。行ってみます。着替えてきました。今回はこのアベントレールサンダルを中心にスタイリングを組んでみました。夏っぽく淡い色合いにしたかったんですよ。だんだんここに行くに従って濃ゆくなっていくっていう木の逆バージョンです。緑から茶色から緑っていうのは合うじゃないですか。色味的に合うって絶対にそこの差し色としての黄色って考えてもらうと分かりやすいかな。茶色がだんだん薄くなっていくと一瞬黄色になる瞬間ございませんか？クリームパンの中の色みたいなあれをちょっと意識しております。だからギリギリなバランスのね最近色合わせしたくってありかなしかのどっちなんだろうっていうバランスを今すごい探ってるのに楽しんでおります。はい、テワの2つのサンダルいかがでした？洋服で見ると結構色が攻めているので、遊びがいがある。なんか今回スタイリングした中で私一番頭を使ったのはピンクのキキララみたいなやつ、あれ割と自分の中でチャレンジングでした。の中でチャレンジしていくことで発見がいっぱいあるじゃないですか。あ、こういう色合わせあるんだみたいな、そういうのが発見できたからすごい勉強になりました。あとテワの場合色が結構独特な分靴下合わせが楽しめると思います。
じゃあぜひこのサンダルランニングやってみたいと思った人はぜひコメントください。あとはあれですね、どのスタイルが良かったかもぜひ書き込んどいてもらえたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。